手足に針をするのが主流だった理由。鍼灸は古代中国にて誕生しました。当時は体幹のツボではなく手足のツボに鍼灸を行うのが主流でした。ではなぜ手足のツボが主流だったのでしょうか。実は意外な理由があったのです。1、解剖学が発達していなかった。今では解剖学が解明されていますが、当時はほとんど発達していませんでした。なので体幹に針を刺すことによって事故も多かったのだと思います。そのため手足のツボを主に使い、鍼灸治療が主流になったのではないかと思います。2、消毒の概念。当時は消毒の概念もなかったので、体幹が感染してしまうとリスクが高くなります。そのため手足のツボが主流になったのではないかと思います。3、寒かった。皇帝台形には邪気の侵入を防ぐために服の上から失神すると書いてあるようです。東洋医学では寒くて風邪をひいた状態を邪気が侵入したと考えます。当時は家も粗末で隙間風があったり、服も粗末で相当寒かったのだと思います。もちろん暖房器具もないので、服を脱いで鍼灸をすればすぐに風邪をひいてしまったのかもしれません。なので服の上からでもやりやすかった手足が主流になったのではないかと思います。現代はどうなのか。現代では解剖学も解明されていますし、消毒も行いますし、部屋は暖かくできます。なので鍼灸を体幹に問題なくできます。むしろ体幹に刺す方が効果的なケースもあります。ということはノーリスクハイリターンで体幹にもできるということです。伝えたかったこと。手足のツボが体幹のツボよりも優れていたから主流になったわけではなく、理由、リスクがちゃんとあったからということ。現代ではリスクはないので、患者が少しでも改善する、満足するのなら体幹のツボも使った方が良いと思います。私が伝えたかったことは、伝統的な治療、手足しか使わないと頭でっかちな鍼灸師になるのではなく、いろいろな症状、要望に柔軟に対応できる鍼灸師の方が喜ばれるのではないでしょうか。今回は以上となります。参考になりましたら幸いです。この動画が参考になったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。